どうも、ワンピースの道徳、仮面 YouTuber、ゆえてなんぼのゆでろんです。ありがとうございます。いいね。チャンネル登録してね。今回、ちょっとだけ考えたいのは、ワノ国編終盤予想第3弾です。第1弾では、おそらく落下するであろう鬼ヶ島は、カリブーの沼々の実で受け止めるかも、というぶっ飛んだ考察をしました。第2弾では、ワノ国編終了後に、ベガパンクは空中戦艦に乗って現れるかも、というこちらもぶっ飛んだ考察をしましたが、今回はもう少しありえそうな考察をします。一緒に考えていきましょう。よろしくお願いします。ただしこうした非公式の考察を知ることによって、ワンピース本編を読む楽しみが損なわれると感じる方は、今すぐ動画をストップしてください。よろしいでしょうか。行きましょう。まず考えたいのは、光月桃之助の掛け声です。おそらく桃之助は、日和が持ってくるであろう雨の幅切りで街道を切ると考えられます。その時、こちらの動画で、桃之助は、スナッチの掛け声で切りかかるかも、と考えました。スナッチとは、934話で桃之助が市内を振る際に叫んでいた掛け声で、これはゾロに教わった心を奮い立たせる海外の掛け声だと言います。それはゾロ曰く、スナッチは村のジジイから教わったと言います。この村のジジイとは、96巻 SBS で明かされたゾロの出身、下月村でしょう。下月村は下月幸三郎が開拓した村であり、村のジジイとは下月幸三郎だと判明しているので、もともと和の国の言葉です。となると、400年前、和の国を竜から救った下月竜馬も使っていた掛け声なのでしょうか。一方、お菊は栗の古い方言にも同じ掛け声があるといい、それは桃之助が使うのにふさわしくないと言っていました。つまりスナッチとは、スナッチ、名前と知恵を捨てることです。名前を捨てろ、知恵を捨てろ、頭を空にして飛び込むのみ。光月家の跡取りである桃之助が名前を捨てることがふさわしくないとお菊は禁じたのでしょう。ちなみにこのスナッチは鹿児島県で使われる掛け声チェストが元ネタでしょう。チェストとは知恵スト、知恵を捨てよ、無心になれという剣術、次元流の教えです。つまりスナッチを叫びながらカイドウに切りかかった赤鞘たちは名前を捨て、逆にカイドウにお前の名はと死の選択を迫られた桃之助はお菊の教え通り光月の名前を捨てなかったと。ということは、最終決戦で桃之助がカイドウに切りかかるなら、光月の名前を捨てる掛け声、スナッチで切りかかるのはおかしいのかもしれません。しかし桃之助には明らかに掛け声の伏線が仕掛けられていると考えられます。つまり、スナッチではない別の掛け声で桃之助はカイドウを切るのではないでしょうか。桃之助が父おでんを思い、カイドウに切りかかる掛け声、それは何か。それはおそらく、ちくわです。おでんのちくわ。おでんのちくわとは、おでんの中に入っているちくわではなく、おでんが桃之助に教えた掛け声です。人間をちくわだと思って切るんだ、桃之助。とおでんは幼い桃之助に剣術を教えていました。ちくわとは魚の切り身です。それは魚、うおうおのみの街道を切るための掛け声。ちくわとは漢字でちくわ、つまり竹を切った時のようなものと書きますが、これはもしかするとゾロと桃之助がスナッチについて話していた955話の編笠村の竹林につながるのではないでしょうか。ここで桃之助はスナッチはお菊から禁じられたとゾロに話しています。このことから桃之助は光月の名前を捨てるスナッチではなく、大好きだった父親おでんのちくわで街道を切るかもしれません。一方、光月日和はこれと同じようにおでんが自分の葬式で弾いてくれと日和に願った月姫を和の国のエンディングで弾くでしょう。それはおそらく1038話でしょうか。1038話の話数の語呂合わせは13夜。13夜です。13夜とは満月、または満月に近い月の15夜に対して、満月から少し欠けた月、満月の次に美しい月と言われる夜です。そして13夜は後の月とも呼ばれていますから、まさに和の国編のエンディングにふさわしいでしょう。この時、月姫を引く日和は狐の仮面で顔を隠さずにみんなの前で泣きながら三味線を弾くのでしょうか。そして散々言ってるように和の国編とスリラーバーグ編は表裏一体だと考えますから、この歌と宴会はブルックのビンクスの酒につながるとも考えます。空には輪を描く鳥の歌です。このビンクスの酒の歌詞は光月家の家紋のイメージと同じ。さらに光月日和はこちらの動画で鳥、クジャクのイメージがあると考えました。そちらのコメント欄では日和の能力がクジャクだったなら不死鳥マルコと被ってしまうという意見がありましたが、しかしもしも火の鳥は2羽いるとすでに判事によって示唆されていたらどうでしょうか。この判事の2羽の火の鳥の下にいる蛇、ハブは手足が足されてトカゲになっています。そしてトカゲ港から桃之助は竜になって飛び立ちました。それは火祭りの日です。火祭りの語呂合わせは火祭り。次の1026話です。そしてさらにこちらの動画ではルフィのギアフィフスは炎の不動明王になると考えましたが、その時のルフィの顔はこの判事のような顔になっているかもしれません。どうでしょうか。
脱線しましたが、日和がもしもクジャクなら、日和が弾く月姫はまさに鳥の歌であり、20年前に一人日和を残して滅ぼされた光月家と50年前に一人ブルックを残して滅ぼされたルンバー海賊団が繋がります。私、生きててよかった。日和はブルックと同じセリフを言うのかもしれません。そしてビンクスの酒の終わりの歌詞は、果てなし、あてなし、笑い話。笑い話とはもちろんラフテル。そして1038話が掲載されるコミックス103巻は語呂合わせではトミーが成立します。つまりおそらくコミックス103巻はロードポーネグリフ、いやおでんの公開日からいよいよ一つなぎの大砲ワンピースやラフテルのより詳しい情報が明かされると考えます。そしてさらに1038話の次は1039話です。1039話の話数の語呂合わせは磁石です。ルフィたちはログポースが示すグランドラインの最終地点へ向けて出発するのでしょうか。今回は短いですが以上です。皆さんはどう思われましたか？ご意見や考察してほしいなどがあればコメント欄までよろしくお願いします。ありがとうございました。チャンネル登録やコメントよろしくお願いします。